ちらが1ヶ月後ですね。かなり自然な感じになってますよね。こう見比べてみると違いがわかるかなと思います。術後1週間ぐらいはだいぶきつくて動けなかったんですけど、2週間目ぐらいから落ち着いてきて、未だに若干なんか感覚鈍いみたいなのはあるんですけど、全然普通に問題なく動けます。 OK です。脂肪吸引脂肪補給をメインで行っている森脇慎です。今回は26歳女性の太もも、腰、お腹、お尻の脂肪吸引から脂肪補給をした方のマーキングから施術風景ビフォーアフターインタビューを見ていこうと思います。この方しっかりとって右に450、左に 370cc 入れてかなりボリュームをしっかり入れた方です。では早速術前のシミュレーションのところから見ていきましょう。やろうと思った理由かもしれないです。やろうと思った理由、ずっとここら辺の胸元のお肉がないのがコンプレックスで、上側ですか？そうです、むしろお尻とか内ももがお肉がついてるのが嫌だったので、それを取って胸元にしたいなと思います。ちょっともう一回確認したいんですけど、じゃあ後ろ見てもらって見える、お尻見える形できます？どこが気になります？ちょっともう一度診察したんですけど、この下のところですよね。あと外側ですよね。そうです。で、ちょっとこう見たとき、この若干台形っぽくなってるので、ここの外側の針、しっかり出してあげてキュッてやる感じと、ここ、でもあんまり取りすぎるとちょっとね、なんかだらんとした感じになっちゃうので、こっちはしっかり取って大丈夫なので、こっち、やや取ってあげて、形作る感じしますね。OK です。あとは内ももですね。内ももはなるべくもう取って、隙間作る感じでいきましょうか。あとは、腰なんですけど、ここのとこしっかり取ってあげるのと、あとお尻のここはちょっと取りすぎると、今こう下に行くほど広がってる感じなので、ここちょっと取ってあげると形バランス悪くなるので、あくまでここしっかり取ってこっちは鳴らす感じでいこうと思うんですけど、何かありますか？大丈夫です。じゃあこっち向いてもらって、お腹はですね、すごいお腹綺麗だと思うので、しっかりとラインが出るぐらいに結構ペラペラにしていいですか？はい、大丈夫です。こことかね、特にこの上腹部とか腹部つきやすいので、ここしっかり首を作る感じでやってますね。お胸はここを出すのと他何かあります？間ですね、そこはもう脂肪注入自然にできるので、ちょっとこうなるべくグーッと揺せた時にしっかり自然な谷間ができるように。あとこことかどうですか？欲しいです。下げたり下げます？下げるのがいいかな。いいです。ちょっと下ろして。ごめんなさい。でも今場所的にはいい感じだと思うんですけど、ここでボリューム全体的に上げる感じしますか？はい。下げたいとかある？大丈夫です。そうですね。じゃあ上、全体的にボリューム出すのと、あと上をしっかりと、あと谷間ですよね。このように手術前に最終確認で形やどれぐらい大きさにしたいか、どんな形にしたいか、どのように例えば自然な谷間にしたいとか、上部をしっかり大きくしたいかっていう風な微調整を最終確認で行ってからマーキングに入ってきます。今お腹、腰、太もものマーキング終わったので、最終的にお胸のマーキングをしていってますね。乳房下縁という下のところですね。今綺麗な形をしているので、そこを微調整する感じでこの方の場合は入れていきます。下のラインをしっかりと整えてバランスを見てマーキングしてますね。結構大事なのがその外側の張り出しですよね。あとは上の部分ですね。結構肋骨が浮き出るのが嫌っていう人はいるので、そこに脂肪注入してコーティングしていくのも脂肪補給のメリットの一つです。この青で書いてるところにしっかりとボリュームを入れていきます。結構上の方まで入れれるのがシリコンバック補給と違うメリットですね。シリコンの場合この上の方を調整できないんですけど、脂肪補給だと上の方も注入ができるので、そこもメリットの一つかなと思います。で最後、正中部からこの乳頭ですね。乳頭の位置に三角形を作って脂肪注入入れた時に、この乳頭の位置がどれぐらいずれるかずれないかっていうのを微調整するためにこれはマーキングしてますね。以上がマーキングになります。
手術風景なのでグロテスクなシーンもあると思うので、もしそういうのが気になる方はここで一旦動画を止めてください。ここから施術風景に入っていきます。まずはお尻と太ももの脂肪吸引ですね。このお尻の外の張り出しが気になるということで、形を整える感じで吸引していると、ここしっかり外側のところは取って大丈夫なので、しっかり取って全体的に太ももお尻を取っていっています。次はお腹の脂肪吸引ですね。この方お腹かなりもともとポテンシャルが高く綺麗な腹筋をされていたので、皮下脂肪を取ってあげると女性らしい縦線が入る綺麗な腹筋のラインが作れると思います。以上が脂肪吸引ですね。でここから取った脂肪をお胸に注入していってます。この乳頭の位置から皮下に入れるのと、脇のところから皮下、乳腺下、大胸筋内、大胸筋の下にそれぞれ分けて入れていってます。本当に脂肪注入のいいところは微細な変化を出せるので、それぞれの層に考えながら適量を入れてボリュームをしっかりと上げていきます。この層を意識した脂肪注入をすることによって、しこりをなるべく抑えたり、あるいは汗腺も一箇所に全部入れるよりは全然少なくすることが可能です。これが実前のお胸ですね。こうグッと押した時に谷間な感じはこのような感じです。これ片側だけ入れた感じです。ボリュームが右側だけ出ているのがわかるかなと思いますね。でこれが入れ終わったところですね。右450、左 370cc です。こう見比べてみると差がはっきりと分かりますね。術直後が一番ボリュームが出ます。でこちらがブラジャーをつけている時の術前です。こちら1週間後ですね。ボリュームはしっかりあります。こちらが1ヶ月後ですね。かなり自然な感じになってますよね。こう見比べてみると違いが分かるかなと思います。結構しっかり入れてもやはりこのように自然な形でボリュームアップが可能なので、そこがいいところだと思いますね。ではここから術後1ヶ月のインタビュー動画を見ていこうと思います。どうですか、ダウンタイム気になることですか、ありました？術後1週間ぐらいはだいぶきつくて動けなかったんですけど、2週間目ぐらいから落ち着いてきて、未だに若干なんか感覚鈍いみたいなのはあるんですけど、全然普通に問題なく動けます。 OK です。どこが一番きつかったですか、部位的には？お腹と腰です。お腹と腰？腰もちょっと痛かった。そうか、お腹痛いですよね。で今この、ちょっとボコッとしてる感じあると思うんですけど、これが拘縮って言って1ヶ月の時に一番強く出るやつですね。でかなり元々のボディラインがめちゃくちゃ綺麗なんで、これがなくなったらすごい綺麗になりそうな感じですね。お胸とかどうですか？やっぱちょっと減りましたよね、だいぶね。そうですね、でも全然前よりはまあ、綺麗になりました。今1ヶ月なんで、大体 1.5 ヶ月から2ヶ月ぐらいまではちょっともう少し減る時があるんですけど、基本これぐらいで収まるかなとは思うので、なんか気をつけたこととかあります？ダウンタイム中。ダウンタイム中、横にならないことと、この気にならないことと、めっちゃ食べました。食べた。いいですね。そうですね。しっかり栄養、脂肪補強は定着するのに大事なのが、しっかり脂肪細胞に栄養を送ってあげることと、あとはあれですね、繊維化すると定着しないので、炎症作用を起こすような、例えば触りすぎるとか運動しすぎてやるとかってやるのはちょっとそういう炎症のことになるので、食べると動かさないっていうのが大事なのでですね。何食べました？なんかネットで調べて、その効くものみたいな、タンパク質取ってくださいとか、いいですね。タンパク質、お肉、ぜひお肉、豆腐、納豆、豆乳食べてくださいぐらいかな。でも今一番拘縮強いんですけど、綺麗になりそうなのとは思いですね。もう痛みないですか？今月から。胸は全くないです。そうですよね。やっぱ脂肪吸引した箇所が多分一番痛いと思うんです。ここだけなと思いますね。ちょっとまた結果見せに来てください。はい、ということで今回はですね、26歳女性の太もも、お尻、腰、お腹の脂肪吸引から取った脂肪を脂肪注入する脂肪補強のマーキングから施術風景ビフォーアフターインタビュー動画を紹介しました。この方の場合、右450とかなり多めの量を入れているので、結構やっぱりしっかり量を入れるとその分しこりなどのリスクも上がるんですが、やはりそのリスクと
メリットのバランスを考えて、しっかり入れるか入れないかっていうのを決める方がいいと思います。この方の場合、しっかり入れてほしいという希望があったので、リスクとのバランスを見ながらしっかり入れるようにしています。ただし、このようにしっかりと入れたとしても、定着率はよくて半分、大体は半分以下なので、やっぱりその分減ってしまうので、しっかりボリュームを入れてあげても、ちょっと減ってしまうので、そこも考えて自然な感じで脂肪注入ができます。また、しっかり本当に脂肪注入だけでバストすごい大きくしたいという方の場合は、1回だけではなくて2回3回、あるいは4回している方もいらっしゃいます。理想のバストの形や大きさなどはそれぞれによって違うので、そこら辺も考えて脂肪補給をやることがおすすめですね。今後もフェイスラインやボディラインなどのに関連して脂肪吸引や脂肪補給の動画を上げていくので、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。それでは。